こんにちは、三郎です。今回は琵琶湖の湖北にある長浜港で水中撮影をしてきました。3つのポイントででっかくていいサイズのバスの水中映像が撮れたので紹介したいと思います。この動画を見ていただけるとどこにバスがいてどこにいないかっていうのが少しわかると思います。長浜港の6つのポイントでカメラを入れて撮影をしました。はじめのポイントは北側の堤防がある入り口手前の角のポイントでカメラを入れました。今映像で映っているポイントです。ここは今工事中だったのであまり奥までは進んでカメラを入れることができませんでした。あと北堤防は立ち入り禁止となっております。水中は岩とかが少しあってゴツゴツしてる感じがあるかなと思います。ただ根がかりするようなポイントは少ないのでそれほど心配しなくても大丈夫だと思います。画面の真ん中ぐらいからですね、バスが近づいてきますね。結構でっかいですね。45から50はあるんじゃないかなというふうに思います。少しカメラが気になるようでついてきていますね。だいぶ警戒してるんじゃないかなと思います。ここからはバスがほとんど映りませんので、倍速で進めていきたいと思います。このようにですね、海底はゴツゴツしてるんですけども、何かにかかったりとか、そういう風なんで、ロストするようなことは少ないんじゃないかなと思います。ポイントの2は、長浜港の東の北角にある建物の周辺で撮影しました。建物の下はこんな感じで砂地になっていますね。画面の真ん中あたりからバスが現れました。これもでかいですね。50センチは軽く超えてそうな感じですね。だいぶでかいですね。かなり優雅に泳いでる感じで、先ほどのバスと比べてもちょっと一回りぐらいでかくて、傷も少なくて、いいバスですね。このバスもカメラを気にしてる感じで、ゆっくり警戒しながら近づいたり離れたりする感じが伺えます。ここからですね、少しずつですね、カメラを動かしていきました。画面の真ん中あたりに、黒い鍵があるんですけども、バスがゆっくりと追いかけてきているのがわかります。まだ追いかけてきてますね。少しさっきのバスとちょっと違うような感じもするんですけれども、まだ追いかけてきてますね。さっきのバスより若干細いかなっていう感じがします。今度は2匹同時に追いかけてきているのがわかります。おそらく後ろの方のバスが一番初めに映ったでっかい方のバスかなというふうに思います。今回の撮影の中ではここが2匹バスが同時に映ってなおかつ肩も大きいかなと思いますので、ここが一番のおすすめかなと思います。カメラを動かしていくとこんな感じで自転車がですね沈んでいるので、ここは要注意かなと思います。今度は先ほどの建物の裏側ですね、そこでカメラを入れてみました。ここは以前に上げた動画では無数にバスがいたんですけども、今回は全然映らなくて全くバスの行営が少なかったですね。ポイント3は港の東の南角ですね。今映っている生けすから矢印の方向にカメラを動かしたんですけれども、ほとんど魚影がなかったので倍速にしております。
ポイントの4はそこから西側にカメラを動かしていきました。ここも入れたところはほとんど魚影がなくて砂地になっています。なので倍速でスピードを上げて再生しております。港の中はこんな感じで砂地なのでほとんど根がかりの心配はないかと思います。画面の真ん中ぐらいからバスが現れます。気づいた方もいたかもしれないんですけども、倍速にしている時に一瞬ちらっとバス映ったんですね。おそらくそれかなと思います。サイズは40から45センチぐらいじゃないかなと思っております。こんな感じでですね、ずっと砂地が続いていきます。またバスが現れました。おそらく先ほどのバスじゃないかなというふうに思います。ここからまたバスが映りませんので倍速で進めていきます。ポイントの5は南側の防波堤の手前からカメラを入れております。ここのポイントです。ここは港の外なのでやっぱり浅いんですね。ですので、ほとんどバス映りませんでしたので倍速で進めます。ポイントの6は長浜港の外側の米川の河口でカメラを入れました。杭のあるポイントから米川の河口の方に向けてカメラを動かしていったんですけれども、こちらも足元付近は結構浅瀬でほとんどバスが映りませんでした。以前に上げた動画ではこちらの方にはバスが映っていて結構いいサイズが2匹ほど映っていたので今回も期待したんですけども、今回は残念ながら映らなかった感じです。ここは砂地がベースですけども石がちょこちょこありますので、根がかりはそんなに心配ないかなと思います。まとめなんですけども、長浜港は港内は水深があって冬でもバスがついています。春には産卵のためにバスが入ってくると言われています。港内は足元にはバスが潜んでいて3つのポイントで両系のバスが確認できました。外側は足元にはバスがついていないので遠投して狙う必要があると思います。最後までご視聴ありがとうございました。情報共有していただける方はコメントいただけると嬉しいです。